皆さんが耐えられないような痛みってことはもちろんないし、そういったネガティブな、影響をねある程度抑えることはできると思います。正直何個取るかによってももちろん違うんですが、通常低刺激の場合って1個とか2個ですね。でその場合は、だいたい1個あたり吸引する時間というのがおおむね15秒ぐらい、2つあれば、単純に30秒、長くても1分以内には終わるという感じです。で、実際にはお部屋に入って、準備してで、針を刺したりしてっていう形なので、お部屋に入ってから出るまではだいたい5分ぐらいはかかるんですが、通常のそのぐらいの数であればね、もう本当に自分の足で歩いて部屋に入ってで歩いて出てくると、そういう形ですね。これはね基本的には皆さん麻酔なしでね受けていただいているので、皆さんが耐えられないような痛みってことはもちろんないし、やった後、お話を聞くとね、ほとんど痛くなかったっていう方もいます。ただ一方でどうしても採卵しにくいね、方、例えば卵巣の位置があまり良くないとか、見えづらいとか、そういう方で、例えばお腹を少し押しながらやるとかね、そういう時はやっぱり多少ねやっぱり痛みがあるのはこれは否定はできないんですけれども、全く麻酔がね必要なものを無理に麻酔を抜いてやってるっていうほどの痛みではないので、そこまで心配していただかなくてもいいのかなとは思います。そうですね、実際にはですね、卵を取った時にその段階で良くないというふうに分かるケースっていうのはある一部なんですね。例えばもう取った時に卵が、悪くなっていると、そういう時もあるんですが、実際にその卵がいいかどうかを、判断するのはその後やっぱり受精させて、受精卵を作ってでその受精卵の発育状況を見て、判断せざるを得ないことがあります。でもちろんいい卵が毎回取れてね、それがすぐ妊娠に至るような方もいますし、なかなか何回繰り返してもいい卵が取れないという方は一定数いらっしゃいます。一番大きな要因は年齢なので、なるべくいい卵を取るには早い時期にですね採卵を受けていただくっていうのがやっぱり大事じゃないかなと思ってます。これも一概にですね同じ年齢の方で同じ卵子の質なのかというところも多少やっぱり違いがあって、全て一概には言えないんですけれども、一般的にはやっぱり年齢が上がると卵子の質というのが落ちてくる。これはもうどうしようもない事実なんですよね。でその質を良くする実際にはどの程度のものがどの程度良くなったかっていうことをね、もちろん比較することができないので、それがどのような効果があるかっていうのは言えないんだけども、例えば食事のですね、食生活の改善とか、あとはサプリメントの使用とか、あとは運動とか、そういうもので生活のそういったね水準をですね、変えてあげるということでより、質を悪くするようなね、そういったネガティブなね影響をねある程度抑えることはできると思います。ただやっぱり何回も言うように年齢による影響が大きいので、それを何か生活でねカバーするっていうのはある程度やっぱり限界があるので、やっぱり一番大事なのは早めにですね治療に参加していただくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。そうですね、さっきのお話にも通じるんですけど、基本は卵子が成熟して、旦那さんの精子が問題ない場合は、
当院では一応ふりかけ法を、提案します。ただ例えば以前に治療されてきてふりかけ法でもう受精しないことが、分かっているような場合等はその、結果をですね参考にしてなるべく無駄がないように初回から顕微をする場合もあるし、あと先ほど言った未熟な卵が、取れた時とか、あとは振りかけた後に精子が入った形跡がないとですね、レスキュー育児っていうのをやるので、必要であれば、それを積極的にやっていきますが、念のためとか、あまりこの根拠がないのに顕微授精をやるというのは、卵子にとっても負担にはなりますから、そういう方法はあまりお勧めはしていません。そうですね、全くお薬を使わない完全自然というやり方もあるんですけれども、その場合は卵胞が1つしか育たないので、なかなかですねその1個が、移植までですね 100% いくっていうのはちょっと難しい場合があります。なかなかその卵子がないとか受精しなかった、分割しなかった、なので軽くですけれども、刺激をすることで、2つないしは3つ程度卵胞が育ってくれると、その中のね、いいやつが妊娠に結びつくという、そういった確率的な、考え方があるので、一応低刺激で、飲み薬をベースに、注射を少し追加してそれで採卵を進めていくという形になります。そうですね、低刺激では基本的にリスクと呼ばれるものですね。つまり高刺激と比較して低刺激自体のリスクというものは特段ですねないと思っています。ただ先ほどもお話した通り取れる数が少なかったりするので、一気に高刺激で10個とかですね20個取るような方法に比べるとね、どうしてもその物足りないというね考えがね感じる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、逆に低刺激で高刺激と同じ成績が出れば、費用も、ね、抑えられるし体への負担も少ないので、あまりそのリスクという点はですねこちらではないのではないかなと思っています。